こんにちは。今回は長方形の小物入れの編み方を紹介します。長方形の底を編んで小物入れにします。今回はこちらの色で説明します。小物入れにするために最後の段はすべて細編みを編んで仕上げました。編み方を編み図で説明します。今回の長方形は作り目は鎖編み10目を編みました。鎖編み10目を編んで、10目を編んだところから細編みを編みます。細編みは立ち上がりの鎖編み1目を編んで、細編みを編み、鎖編み2目を編んだら、鎖編みのところにすべて細編みを編みます。そして次の角のところに鎖編み2目を編んで、同じ鎖編みのところに細編みを編み、鎖編み2目を編んだら、同じ鎖編みにもう一回細編みを編みます。一目に一目の細編みを編んで、最初の鎖編みに細編みを編み入れます。最初に2目編み入れてますから、最後にもう一目細編みを編んで、鎖編み2目を編み、最初の細編みに引き抜き編みをして、これが1段目の編み方です。2段目も角は同じように鎖編み2目で編みますが、最初は1段目で説明します。今回はアクリル毛糸の極太を使います。この糸は少し硬めなアクリル毛糸です。そして最初の作り目だけは10号のかぎ針で編みます。鎖編みをここから10目編みます。10目の鎖編みを編み、最後の鎖編みは少し小さめな鎖編みにします。次は8号のかぎ針に取り替えて、ここに細編みを編みます。細編みの立ち上がりの鎖編み1目を編んで、鎖編みの裏山を拾って、ここに細編みを編みます。最初の細編みにマーカーで印をつけておきます。次は角になる鎖編み2目を編んで、同じところにもう一回細編みを編みます。これが長方形の角になります。次は裏山を拾って、一目に一目の細編みを編みます。一目に一目の細編みを最後まで編みます。ここが最後の鎖編みです。ここまで一目に一目の細編みを編み、次は鎖編み二目を編んで、同じところにもう一回細編みを編みます。これが角になります。次も鎖編み二目を編んで、同じ目に細編みを編みます。これで角が2箇所できました。次からは裏山の反対側の鎖の2本を拾って、ここに細編みを編みます。糸端を編み込みながら、一目に一目の細編みを編みます。反対側の目を拾って、一目に一目の細編みを編みます。
そしてここは最初に細編みを編んだところです。一番最初の細編みの頭がここですが、細編みを編んだところにもう一回ここで細編みを一目編んで、鎖編み二目を編みます。そして最初の細編みのところに引き抜き編みをします。最初の細編みの頭に引き抜き編みをして、これが1段目の編み方です。2段目の編み方を編み図で説明します。1段目を編み終わって引き抜いたところです。2段目も同じように編みます。細編みを編んだところから鎖編み1目を編んで、同じところに細編みを編みます。次は鎖編み2目のところに細編み1目、鎖編み2目、細編み1目を編みます。これが角の編み方で3段目も同じように編みます。次は細編み1目に1目の細編みを編んで、鎖編み2目のところには角の編み方で細編み1目、鎖編み2目、細編み1目を編みます。細編みのところに細編みを編み、角の編み方を編んで、細編みのところに細編みを編みます。ここの鎖編み2目のところも同じように、細編み1目、鎖編み2目、細編み1目を編みます。これが2段目の編み方です。3段目も同じ編み方ですが、目数が増えてきます。角は同じように編んで、細編みのところにはすべて細編みを編み、鎖編み2目の角は細編み、鎖編み2目、細編みを編みます。これを繰り返して、最後は最初の細編みに引き抜き編みをします。次は2段目です。2段目も立ち上がりの鎖編み1目を編んで、鎖編みを編んで根元のところに細編みを1目編みます。ここにマーカーをつけておきます。次は鎖編み2目のところです。ここが鎖編み2目のところですから、鎖編み2目のところに細編み1目、鎖編み2目、同じ鎖編み2目のところに細編みを編みます。これが角の編み方で3段目も同じように編みます。次は細編み1目に1目の細編みを編みます。細編みの頭を拾って1目に1目の細編みを編みます。1目に1目の細編みを編んで、次も細編みを1目編み、次は鎖編み2目の角のところです。ここは角の編み方で細編み1目、鎖編み2目、同じところに細編みを編んで角を作ります。次の細編みに細編みを編み、次は鎖編み2目のところになりますから、ここも細編み1目、鎖編み2目、細編み1目を編んで角を作ります。次は1目に1目の細編みです。細編みの頭に細編みを1目ずつ編みます。そしてここが鎖編み2目のところですから、角の編み方で細編み1目、鎖編み2目、細編み1目を編んで角を作ります。次は最初の細編みの頭に引き抜き編みをします。最初の細編みの頭に
引き抜いて糸を絞ります。これで2段目ができました。3段目も目数が増えますが、2段目と同じ編み方をします。今引き抜いたところに鎖編み1目を編んで、同じところに細編みを1目編みます。マーカーをつけておいて、次は1目、2段目で細編みが増えましたから、ここに細編みを編みます。そして鎖編み2目のところには、細編み1目、鎖編み2目、細編み1目を編んで、3段目の角を作ります。次は1目に1目の細編みを編みます。ここから1目ずつ細編みを編みます。ここまで細編みを編みます。次は鎖編み2目の角の編み方で、細編み1目、鎖編み2目、細編み1目です。次は3目の細編みがありますから、1目ずつ細編みを編みます。鎖編み2目の角のところには、細編み1目、鎖編み2目、細編み1目を編んで角を作ります。次は1目に1目の細編みです。ここから細編みを1目ずつ編みます。3段目の細編みを編んでいます。1目に1目の細編みです。ここが最後で、次は鎖編み2目のところに細編み1目、鎖編み2目、細編み1目を編みます。この細編みにも細編みを1目編んでから、最初の細編みに引き抜き編みをして、これで3段目ができました。次の4段目は少し形が違いますので、編み図で説明します。1段目、2段目、3段目まで編みました。3段目までは角は鎖編み2目を編みます。4段目は鎖編み2目ではなく、鎖編み1目を編んで角を作ります。細編みのところに細編みを編むのは同じですが、角のところには細編み1目、鎖編み1目、細編み1目です。ここに鎖編み1目を編むのは、鎖編み2目を編むと、最後の段はすべて細編みを編み入れたいので、この穴を大きくしないために鎖編み1目を編みます。鎖編み2目でもいいのですが、この穴が大きくなってしまいますから、ここは鎖編み1目にして、最後の細編み3目を編み入れた時の穴を大きくしないようにして編みます。次は細編みを編んで、角はそれぞれ鎖編み1目を編んで、最初の細編みに引き抜き編みをします。次は4段目です。4段目も立ち上がりの鎖編み1目を編んで、ここに細編みを1目編みます。マーカーをつけておきます。次は細編みのところに細編みを編みます。ここが角の鎖編み2目です。鎖編み2目のところに細編み1目。4段目は鎖編み2目を入れずに
鎖編み1目だけを入れて、鎖編み2目のところに細編みです。ここが2段目、3段目とは違う編み方で、鎖編み1目だけを入れました。あとは、細編みのところに、細編みを編むのは同じです。細編みをここまで編みました。ここが最後の細編みで、細編みを編み、鎖編み2目のところに、細編み1目、鎖編み1目、細編み1目を編んで角にします。細編みのところに、細編みを編みます。細編み2目を編んで、最初の細編みのところに引き抜き編みをします。これで4段目までができました。5段目は鎖編みを入れずにすべて細編みを編みます。編み図で説明します。今、4段目のここまで編みました。5段目も同じように鎖編み1目で立ち上がり、細編みを編みます。そして5段目はすべて細編みを編みます。細編みを編んで、鎖編み1目の角のところに来たら、この鎖編み1目に細編み3目を編み入れます。ここは次の立ち上がりの目を拾うときに鎖編みでは編みにくいので、細編みをすべて入れました。細編みを編み、すべて細編みを編んで、次も鎖編み1目のところに細編み3目です。すべてに細編みを編んで、最後は最初の細編みに引き抜き編みをします。次の5段目はすべて細編みを編みます。鎖編み1目を編んで、すぐ根元に細編みを1目編みます。ここもマーカーをつけておいて、あとは細編みのところはすべて細編みを編みます。ここまで細編みを編みます。わかりにくいですが、ここが角の鎖編みです。鎖編み2目のところに細編み1目、鎖編み1目、細編み1目を編んだ。ここに細編み3目を編み入れます。細編みを1目編み。次は角になるところの細編みですから、少し大きめな細編みを1目編み。次は普通の細編みを1目編んで、鎖編みは入れませんが、少し角ができるように中心の細編みは大きめに編みました。次は細編みに細編みです。ここが最初の細編みです。少し編み地を寄せて、最初の細編みを落とさないように細編みを編み入れてください。一目に一目の細編みを編んでいきます。このように角ができます。鎖編み一目のところに細編み3目を編み入れました。この編み方でここまで編みます。ここも細編み3目で中心の細編みは少し大きめに編んでください。細編みをぐるっと編んできました。ここは最後の細編みのところで、次が鎖編み2目のところに細編み1目、鎖編み1目、細編み1目を編んだところです。この鎖編み1目のところに細編み1目、次も少し大きめな細編みを1目、もう一回同じところに普通の細編みを編んで、次は細編みのところに細編みです。編み地を寄せて、最初の細編みのところに細編みを編み、ここもここも一目ずつ細編みを編んで、
最初の細編みに引き抜き編みをして、これで長方形の四角い底ができました。長方形の底の編み方を紹介しました。最後はすべて細編みを編む長方形の編み方です。最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございます。